韓国ソウル地下鉄コンドク駅。駅の地下からこんにちは。さて今日行くところはこっちやな。お、駅出て目の前にホテルがある。そうか、ここは空港鉄道も通ってるから外国人観光客が利用するのには便利な場所。まあ俺も外国人やねんけどな、観光客ちゃうけど。これから観光に行ってらっしゃい。まあ俺はソウルに住んでるからだから素通り。コンドクもなかなかええ街なんよ。確かにアクセスも結構ええしな。俺も遊びによく来る場所。中華料理の店か。チェ・シェプ。俺あんまりチェ・シェプのことあんまり知らへんねんけど。こいつは知ってるで。ヤンハ大曲。中国の香料酒コリャンジュやな。中華料理にはよう合うよね。クリアな青い瓶を見てたら飲みたくなってきたな。チェ・シェプ、ちょっとおごってくれませんかね、一杯。マポ、歩きたい道だから俺も歩く。駅の前のいろんなお店がある通りに入ってきた。お、これは炭かな。そう、今日食べに行くのもお肉。もうこれ見てたら腹減ってきたな。今日のお店は近いのよ。俺ここ来たことあるぞ。確かランソールランっていう映画を韓国の超有名コメディアンのキム・デヒさんと撮ったんやけど、ここの2階で撮影した気がする。うわー、懐かしい。思い出に浸ってたら、あれ、実は今日行く店俺何回も行ったことあんねんけど、こっちやったっけ。なんか雰囲気違うねんけど、とりあえず行ってみよう。地図見る限りはこっちからもつながってるはずやねんけどな。これは何？ストーブか。でもなんで外に3台も置いてある？暑いんかな。いや、ちょうどええあったかさ。まだ少し肌寒いからこういうのええわ。座ったまま寝てまいそうや。頭から倒れておでこからぶつかってやけどして熱ってなったらどうしよう。あかん。走った方が体あったかなるわ。もう迷えへんで、こっちや。白、こっちで絶対やってるはず。だって匂いがしてきた。そして俺の目の前にはたくさんのお店が現れる。そう、この辺はカルメギサルのお店が何軒か並んでる筋。急ぐで。着いた。早くもっこし。今日のお店はプーサンカルメギ。1978年から続くお店。店頭には大量の炭が置かれてる。ここで火つけて持ってきてくれるんや。プサンカルメギのリズムに乗って入店です。こちらのメニュー、代表メニューはカルメギサル。その他にはテジカル、ソグンクイなどが置かれてる。そしてこのカルメギサル専門店で忘れちゃいけない卵焼き。これは必ず頼まなあかんやつやで。そしてこの雰囲気に欠かせないのがお酒ル。あれ、ママちゃんおらんでって思ってたけど、冷蔵庫から少し姿が見えていた。갈매기살을 2인분하고요. 네. 그리고 진로이즈를 주세요. 예. 注文と同時におかず類も運ばれてくる。焼酎今頼んでんけどな。もう枯れてる。持ってきてくれた店員さんエスパーやな。これは侮られへんで。準備していただいた基本のおかずはシレギスープ、ネギの和え物、ニンニク、キムチ、サムジャンにキルムジャン、サンチュにエゴマの葉っぱ。きた、いつもやってるぜっていう顔でぐる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 。顔見てこいつは焼酎飲むやろなって思われてたで。ローリング。店員さんの客を見る目は侮ったらあかんなと思いながら一杯ついでいく。一気に一杯行く前にペロリ。これで一日の終わりを感じる。そこからスピードアップで大きく一杯。店先でふと手をかざす春火鉢。ありがとうございます。店の外から炭が運ばれてくる。そして鉄板。 UFO のような鉄板の周りにやかんに入れられた溶き卵がゆっくり入っていく。これはまさしく天使の輪や。この卵の中に入れなきゃいけないもの、そうキムチ。これを入れたら白菜の中からいい酸味が出てくる。惜しげもなくたくさん入れていく。見てたらちょっと食べたくなってきた。今の映像皆様には見えていただろうか。
ランランラララン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 。この店入って一口目やで。そんなことある？やけ食いや。ほんまもうええって。手拭く前にシャツ拭いてるやんこのおしぼりで。あかんあかん、クールダウンや。シャツが赤くちょっと染み渡ってもうたけど、やけ酒でいっぱい。ちょっと回復。こっちは完成。俺のシャツとは違ってキムチの赤色がええ感じに染まってる。食べるのが楽しみなんて思ってたらお肉も運ばれてきました。ええ音。天使の輪っかの内側にカルメギサルが置かれていく。俺の心はウキウキ。これでええかな。やっぱり鉄板見えすぎてるな。鉄板を隠すように置く。まだまだ。とりあえずはこの辺でええやろ。なんとも鮮やかな鉄板。ほら見とれてたら焦げてまうで。一個一個食べやすい小さめサイズやから、俺の右手のスナップが暴れ出す。俺と鉄板との戦い。ええ感じの色になってきた。下から立ち上る煙を鼻に入れる。忘れてた。ニンニク入れな。一個ずつ入れてたらきりないで。上からドバッとニンニクシャワー。少し整えて。これでよし。そろそろええ感じに肉が焼けてきた。もうええんちゃうかな。すかさずお箸に持ち帰る。まずは下をチロリ。ええやん。そしてすぐお隣さんを上にドッキング。すぐさまキルムジャンへ直行し少しつけてあげる。今日は最初からダブルカルメギサルシステム。フーフーをして一口。 UFO のような鉄板で焼かれた肉は口に入れた俺を未知の宇宙旅行に連れ出していく。まずカルメギサルのいいところはこの噛み応えのあるお肉。脂身の少ない部位やからパサパサしてるかと思えばそんなこともなくしっとりしてる。噛むたびに出てくる肉汁が喉を通ればもうそれは最高。自然に動く俺の右手。この肉汁を口の中で焼酎とミックスさせる。口から途切れない音に誘われ、俺のスプーンは卵にロックを。やっぱりここはキムチとともに。これは熱いやろな。一生懸命360度夫婦。ランランラン。今日は頭の中でナウシカレクイエムがよく鳴り響く。悔しくて一口。続けて下に落ちたキムチも拾い食べていく。本当は一緒に食べたかったんけど胃の中で合流しているはず。食べやすい一口サイズで出してくれてるものの、俺はダブルで口の中に入れていく。だってこの歯ごたえを体全体で感じたいから。一度手をつけると止まらないぐらい連続で食べてしまう。そろそろお肉も食べて体もあったかくなってきた。よし、鎧を脱いで食べる準備が完了。そうやった。ちょっと恥ずかしいなこれ。隠しとこ。焦げる前に再びお肉をダブルでキャッチ。向かう先はネギの和え物。宝を隠すようにネギの中に埋めていく。そんなネギとともに持ち上げる。ネギの中に隠れたお肉を再確認。肉のしっとりさとネギのシャキシャキがよう合う。これもうまい。なんかついてるな思ったらネギがついてた。優しく投入。そしてこいつもこの段階でちょっと汁物も入れたい。天ジャンベースのスープやから落ち着く味。第1弾のお肉が少なくなってきたけど、俺の心はまだ余裕が。第1弾やからな。ダブルのお肉を3ジャンにつける。そしてパクリ。まだ口の中にお肉が残ってる間にええ感じに焼けてきたニンニクも数枚つかみ、それも3ジャンに。それもパクリ。こうなったら耳に入ってくるガマちゃんの鳴き声。俺の鳴き声も聞こえ、スプーンに残ったお肉をよそっていく。その中で代表でこいつがキルムジャンへ向かう。第1弾のお肉で心に余裕がある俺は贅沢にカルメギサルを堪能する。ハーフタイムにはネギの和え物で口を少しリセット。第2弾、滑り台のように滑って置かれるお肉たち。焼かれる音で俺も復活。軽く裏返し、俺は待ってる間も口は止まらない。これはええシステムやな。肉を焼いてる間にもこの熱々の卵焼き。目の前に置かれると我慢ができない俺。だが我慢をしなきゃいけないことを悟る。食べたい気持ちと肉体の反応が葛藤を始める。高速フーフーの後口に入れる。口に入れた途端口から湯気が出る。それに喜ぶ俺。
くだらんことやってんとニンニクも投入。よし、そろそろこいつもええ感じ。出来上がったお肉にキスをするぐらいフーフーしている中、こっちにもいるわよと誘ってくるこいつ。第一弾では手もつけてなかったサンチュとエゴマの葉っぱ。スネタンかエゴマの葉っぱ2枚ついてくるな。ちょっと待ってて。サンチュとエゴマの葉っぱを慰めてあげる。ええ感じに焼けたカルメギサルを一つ、そしてもう一つ、なんとトリプル。ニンニクもサムジャンにたっぷりつけて合体。そしてもう一つ、調子に乗った俺はネギの和え物も乗せていく。そして巻き巻き、巨大すぎる。いや、俺の欲望の方が巨大。大きく口を開けて一口。どうにか美味しさを表現したくて右手で膝を叩く。そんなお口にはやっぱりガマちゃんが必要である。なんか魂が少し抜けてる。やっぱりこういうお肉はサンチュに巻いて食べたらオールスター感が出て、なんか得した気分になる。鉄板で作ってた卵焼きも最後の一口になった。引き上げた瞬間、ちょっと取りすぎてもうたなって自覚はしてるけど、こんなところで後ろを向く俺ではない。スプーンに乗っけた卵もキムチとともに完食。でもここはこれ食べんとあかん。 저기요. 껍데기 1인분만. 예. 先注文で残ったお肉は後食い。俺この店何回か来てんねんけど、この店コッテキは外されへんのよ。鉄板を交換。鉄板の光で俺が蘇った時、コッテキが運ばれてきました。一緒に運ばれてきたきな粉、そしてタレ、そしてコッテキを1枚慎重につかむ。この音よ。鉄板の上に乗せれるだけコッテキを置いていく。さあ、合唱の時間やで。歌ってないやつがおんな。少し炭を追加してくれる。これで思う存分合唱してくれ。プルプル震えるコッテキ、ええ感じや。ある程度焼いたら裏返してあげる。ほら、自分で焼いてるのに自分で驚く男。立ち上る煙を見て全身で浴びたくなる男。コッテキは焼いてると浮いてくるからな。ちょっと抑えてあげんと。よし、この辺でそろそろ切っていこう。1枚持ち上げ、真ん中からズバッと食べやすい大きさに切っていく。コッテキは焼いてると上の方にポンと飛ぶ時があるから気をつけなあかん。俺は少し大きめに切るのが好み。終わりの見えない歯ごたえへの愛。あれ、いつの間にか脱出してた。この状態で少し焼いていく。上から少し押さえながらジュージュー。もうそろそろ食べてええやつが出てくる頃や。ええ色になってる。一つ持ち上げてフーフー。熱いから注意しながら端っこからゆっくり口に入れていく。この世の中でシコシコとした歯ごたえナンバーワン。これは完全に焼酎を呼ぶ。コッテキの甘みが残るお口へガマちゃんを泳がせる。ここのコッテキ、歯ごたえもそうやけど味付けも絶妙でめちゃくちゃうまい。初心は忘れない。そう、今日はダブルの日。次はタレにまんべんなくつける。それをそのままきな粉にもつける。俺はメイクアップの天才や。熱さを少し感じるが外側のパリパリさに負けてしまう。そのまま手はキムチ。少し油っぽくなった口をすっきりさせる。結構俺はお肉屋さんとかで最後にコッテキを食べること多いけど、歯ごたえや味は俺の中では上位レベルに入るコッテキ。正直最後に食べてももう一本ガマちゃん追加ってこともありえる。寂しく残ったもう一枚、お皿の上でタレと混ぜ合わせる。ラスト一枚。また音を聞く。どっかの議員さんみたいになってもうたな。日本で昔号泣会見した事件があって、もうそんなんどうでもええわ。焼いてる間も口は動く。タレをつけてまたきな粉。フーフーしてたらきな粉が踊り出す。日本ではきな粉は甘いイメージあるかもしらんけど、このきな粉は一切甘みなし。これが合うのよ。直近すかさずパクリ。残ったネギの和え物、コッテキの油と相まってええおかずになる。鉄板の上にはラストコッテキ3兄弟。一気につかむ。タレ、きな粉、また踊る。ラストのコッテキ3兄弟。そんな歯ごたえを感じながら、そろそろラストの一杯ぐらいになってきたな。
正直今日はちょっと調整しながら飲んでた。ここで2本あげてまうと今日編集できんからな。そんな裏事情を秘密にしながら最後の一滴まで。カルメギサルに始まりコップ滴で終わる最高のストーリーに最後の一杯。おっと忘れてた。お口直しにシレギスープ。シレギまで全部食べ完食。基礎コッケ暗号かと思ったで。コンドック駅にあるカルメギサルの専門のお店。退勤時間を過ぎるともうこのお店は人でいっぱい。いやー大満足や。お腹いっぱいで気分もええわ。おワインがたくさん置かれてる。赤ワインから白ワイン。まあ俺ワイン最近も全然飲まれへんけどね。なんでか言うたら昔赤ワイン飲んで家帰ってそのまま酔っ払って寝てもうて、ちょっと汚い話やねんけど寝ながら吐いてもうたんよ。目覚めたら血吐いてると思って、そこからのトラウマ。まあ何事も適量いうのがあるからな。今後はそれを考えながら生きていかなあかん。チャルモも隅だ。